モカツ時間の記録 Vlog。今回は食玩キットの制作です。ちょうどウルトラマン9からメトロン星人を開封、組み立て、塗装まで一気に見ていきます。ちょうどウルトラマンはバンダイキャンディ事業部が展開する食玩アクションフィギュアシリーズです。2018年にスタートし、全高約10センチの統一スケール、全身に可動関節を備えて多彩なアクションポーズが可能。目にはクリアパーツを採用して劇中の印象をリアルに再現しています。彩色済み完成品なので開封後すぐに飾って遊べる。光線エフェクトや武器、交換用手首などを収録した拡張パーツセットも展開しています。このあたりがシリーズの特徴です。まずはキットの開封から。封入されているのはボディと頭部というシンプルな構成。手の交換パーツなどはありません。拡張パーツとしてちゃぶ台がオプションでありましたが、今回は含めていません。感想よりも本体のクオリティにこだわり抜いた造形とデザインのフィギュアになっていました。組み立てます。このメトロン星人の組み立ては単純明快。頭部をジョイントします。前面はほぼ色分けができていましたが、背面は未塗装部分がたくさん、ペイントしがいのあるフィギュアでした。フロントビューからリアビューがこちら。ちゃぶ台シーンを再現するアグラスタイルも可能です。塗装に向けミスタースーパークリア艶消しを全体に吹き付け、マットな質感の下地を作っておきます。続いて追加塗装です。このメトロン星人は背中、腰の背面が全面的に、そして頭部パーツも吸盤の部分や一部全面の色の塗り直しをしました。ベース塗装です。パレホのモデルカラーホワイトグレーという塗料を使いました。追加で色分けする箇所に塗っていきます。一手間ですが、この後の色の乗り、塗装効率を考えると重要な工程なので、色分け箇所に漏れなく塗っていきます。下地になって目印になれば十分なので、水で溶いて薄く塗っていきます。このペイントでは下地にホワイトグレーを使いましたが、同じファレホの塗料でベース塗装に用いているのは、題材によってゲームカラーのデッドホワイトやモデルカラーのライトフレッシュ、パンツァーエースの肌色ハイライトカラーなんかがあります。メトロン星人は1967年放送のウルトラセブンに登場した宇宙人の中でも特に高い人気を誇るキャラクターです。初登場は第8話狙われた街で、人類を力ではなく心理戦によって支配しようとした知能派の侵略者として描かれました。侵略方法は武力ではなく、人間同士の信頼や理性を失わせて争いを引き起こすというものです。人類が自滅する状況を作り出そうとする非常に頭脳的な作戦を展開しました。劇中では主人公の諸星団とちゃぶ台を挟んで会話するシーンが有名で、特撮史に残る名場面として知られています。下地はしっかり乾燥させます。完全乾燥の後、色分けの1色目は黄色ではなく黄色っぽく見えますが、頭部の成形カラーに寄せた塗料で、モデルカラーのミディアムフレッシュトーンです。下地が効いて色は乗っていきますが、面積は何分大きいです。それと黄色系の塗料は隠蔽力が弱い特質があるので、ゆっくりと薄く重ねながら色を乗せていきました。黄色の顔料は光を反射するだけでなく、透過しやすい性質があります。黒の上に塗ると緑っぽく見える。グレーの上ではくすんで見える。一度塗りでは下地の色が透けるという現象が起こります。工程は下地塗りから上塗りの大きく2段階でした。このペイントで使用した塗料はこちら。塗装に要した時間は約30分でした。黄色の色違いでモデルカラーのアイスイエローを使いました。腰部、脚部の色分け箇所に、腕に彩色済みで使われていた色味と同じ仕様に近づけて、黄色に白色顔料、一般的に酸化チタンが加わると隠蔽力が上がる、発色は少し淡くなるという特徴があります。先のミディアムフレッシュトーンよりもこのアイスイエローの方が色が乗りやすくペイントしやすかったのはそういうことでした。
パレホは世界水準で最高級の水溶性アクリルカラーと言われ、筆塗りによる塗装が滑らかに、筆ムラも出にくく、広い範囲に塗装ができます。モデルカラーはパレホの筆塗りのスタンダードです。色数も多彩で様々なジャンルの模型、プラモデル、フィギュア塗装に応用できます。このシーンでは、互いに戦う前に言葉を交わし、人類について語り合うという、当時としては非常に珍しい演出が採用されました。ユニークなデザインや印象的な会話シーンのおかげで、フィギュアや食玩、ソフビなどの商品化も非常に多く、ウルトラ怪獣、宇宙人の中でもトップクラスの知名度を誇る人気キャラクターとなっています。続いて赤です。濃い色味の赤を使いました。ゲームカラーのスカーレットレッドというカラーです。これも頭部前面や腕部に彩色済みで使われていたカラーに寄せています。ゲームカラーはファンタジックな特別色で、人物、モンスター系フィギュアに適した鮮やかな色をメインとしています。粘度はやや低め、隠蔽力や塗膜は強い特徴を持っています。水溶性で無臭、速乾、均一で色ムラが出にくい、マットな仕上がり、これらが何といってもパレホの魅力です。仕上げ工程です。下地に使ったモデルカラーのホワイトグレーを再度使いました。背面にある吸盤の箇所に上塗りしていきました。この白はグレー味のあるカラーで隠蔽力が強め。白だけでは光を強く反射する。薄く塗ると下地の色も反射してしまうのですが、そこへ黒顔料が少し加わると光を吸収する成分が増える。下地から返ってくる光が抑えられる。ムラが目立ちにくくなるため、結果として隠蔽力が強く見える、感じることになります。ウォーハンマーカラーのテクニカル、特殊効果表現の塗料紙からラーミアンメディウムという溶剤塗料を使ってムラにならないように薄めながら色を入れました。ウォーハンマーカラーはホビー用の水性アクリル塗料。塗料の食いつきも良く、隠蔽力が高いので、下地の色を気にせずに塗ることができます。イギリスのゲーム制作会社、ゲームズワークショップが販売しているマットな質感の水性塗料です。2026年春から順次下出るカラーから名称変更しました。塗装後は水性トップコート、艶消しを全体に吹き付け、乾燥させて完成です。色塗り終わったメトロン星人を見てみます。前面も一部色味を変えた箇所があり、全体的に締まった印象になりました。外見の特徴も生物らしさと植物のような雰囲気を併せ持つデザインで、不気味さと親しみやすさを同時に感じさせる魅力がありました。フロントビューからリアビューです。ちゃぶ台シーンを再現するアグラスタイルでフロントビューからリアビュー。ということで今回は食玩キット製作、超導ウルトラマン9、メトロン星人の製作、組み立て、そして本体パーツへの塗装を見ていきました。ご視聴ありがとうございました。次回の動画をお楽しみに。チャンネル登録、高評価、引き続きの応援のほどよろしくお願いします。